皆さんこんにちは。今日は長崎県長崎市からお送りいたします。どうぞ。まずは正面に夜景で有名な稲佐山が見えています。奥に爆心地の浦上地区、手前に長崎駅が見えています。手前の灰色のビルの右側が出島、そして眼鏡橋、ショッピングの中心浜の町、中華街と続きます。うちのいとこの家はこの丘のどこかにあるんですが、どこか分かりません。手前に川があるところが市電の石橋停留所、その右側がグラバー園。今日はこの辺り一帯を歩きます。長崎港入り口にかかっているのが女神大橋、そして三菱の造船所ステルス艇も止まっています。とっても親切な人々が旅のお手伝いをしてくれる観光案内所です。今後ろの総合案内所で市電の1日券を買いましたので、今から行ってみたいと思います。長崎駅に着いたら、まずはうちのおじが作った銅像を見に行きます。長崎のドラゴンボートレースペーロンの覇者の像です。女優原田知世さんの小学校5年生6年生の担任をしていたおじは彫刻も上手で、日展の彫刻部門で最高の賞を取り、皇居に招かれ天皇陛下と言葉を交わされたこともありました。残念ながら尊敬していたおじもこの世を去ってしまいましたが、いつもここに来ておじに挨拶をしてから長崎の町へ出発します。皆さんもぜひおじの作品を見に来てください。それでは早速市電で移動してみましょグラバースカイロードっていう車高斜めのエレベーターがあるんですけれども、それに行く道が分かんなかった長崎の人が教えてくれました。ありがとうございます。さすが、もう長崎の人はあったかいですね。とっても親切です。これですね、グラバースカイロードで、グラバー園は山の斜面に立ってるので、いつもね、上から見えてきました。すごい、一番上から観光するんですけれども、今日は生まれて初めてこの車高エレベーターを使います。子供たちに追い抜かされてしまいました。どんどん登ってます。ドアが開きます。こっちでしたということで、やっとこさですね、グラバー園の第2エントランス入り口にやってきました。今から入場料を払って入ってみたいと思います。この建物は海外から来た船員さんの寮として1896年に建てられました。ごめんね、食べ物ないんだよ。ごめんね、手ぶらで。ウォーカー亭。ウォーカーファミリーは父も息子も船長という船乗りの家族でした。この辺は長崎港が見渡せて、とっても眺めがいいところで、外国人の人たちが住みたかったのも不思議ではないっていう感じですね。
自由亭は昔の建物のティーハウスですね。ここでゆっくり休憩をすることができます。何があるんだろう。アイスコーヒーありますね。行ってみましょう。こんにちは。一人お願いします。インスタ映えなら青いアジサイゼリーソーダですが、自分はアイスコーヒーとのセットにしました。噛みついてることありますので、間違って食べないようにしてください。この後ろの自由亭ですね、とにかく眺めがいいです。ですからグラバー園に来た時には皆さんも立ち寄ってみてください。草野城吉さんの像です。こちらが一回も長崎に来たことがないのに長崎を舞台にした蝶々夫人を作曲したジャコモ・プッチーニさん。こちらが蝶々夫人を2000回以上も演じた三浦玉樹さんの銅像になります。お父ちゃんのピンカートンはあっちから戻ってくるのよと長崎港の入り口を指さしています。皆さん長崎ちゃんぽんのチェーンでリンガーハットというのを聞いたことがあると思いますけれども、こちらがその名前の元になったリンガーさんのお家の跡になります。こちらがリンガー邸の応接室になります。はい、やっと世界遺産のグラバー邸が見えてきました。こちらでございます。旧グラバー住宅と書いてありますけれども、こちらですね。蝶々夫人ですね。オペラの蝶々夫人をご覧になったことがある方は覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、あらすじの中に蝶々さんの家が長崎港を見下ろすことができて、長崎港の入り口も見えるということなんですね。で、このグラバー邸なんですけれども、ちょっとカメラをひっくり返しますとお分かりになりますように、こんな風に長崎港の入り口がちょうど見える位置にあるんです。ですから海外の人からはここが蝶々夫人の家じゃないかということで、マダムバタフライハウスというあだ名がついていた家になります。グラバーさんの家に入ってみたいと思います。こっちかな。こっちの階段から入っていきます。あ、皆さん記念撮影しますね。あまり入らないようにしましょう。おー、すごいすごいすごい。見てください。すごいですね。なんかあれはスコーンでしょうか。なんか乗ってますね。へー。こちらは家族や知人が集う部屋と書いてありますね。へー。生け花の先生もいたんですね。ちょっとじゃあ続いてゆっくり歩いていきましょう。そんなに慌てなくてもいいので。こちら寝室ですね。ベッドルーム。でも風通しがすごいいいところですね。食堂広いですね。ここ江戸時代の後期ぐらいですか。アメリカでは八角形の家を建てると幸せになるって言われて、よく八角形の家がオクタゴンハウスって言うんですけれども、建てられたみたいですけど、なんかそんな感じ。もっと画数が多いですかね。ぐるっと回ってみましょう。あ、馬小屋なんかもあったんですね。すごい。ちょっと馬小屋見てみたい。馬はいないんでしょうけれども、見てみたい気がします。すごい。グラバーさんの馬小屋。ここに馬がいたのかな。
ここからの長崎港の眺めは最高ですね。ちなみに向かい側の稲佐山なんですけれども、高さが333メートルと東京タワーと同じ高さなんです。帰りはこちらを通って帰ってくださいとのことですので、今から入ってみます。長崎おくんちの出汁が飾ってあります。すごいです、すごいです。わあ、すごい蛇踊りの蛇ですね。日本で最も古い教会の中では静かな時間を過ごすことができました。ということで大浦天主堂を後にします。すごい観光客の皆さんですね、今日ね。なんか大浦天主堂すぐ横に入るともうお墓とかお寺とかあって面白いですね。あ、猫ちゃんいる。どうでしょうね。今日は気持ちいいです。そんな寒くもないです。あ、なんかお寺の境内に猫ちゃんいるかな。ちょっと見てみましょう。猫ちゃん。ここにも書いてありますね。祈りの三角ゾーンって書いてあります。大浦天主堂、カトリックですね。で、妙高寺、お寺、それから大浦諏訪神社、神道ですね。で、3つ珍しいですね。集まるところだそうです。こういう小さな道を歩くのがいいですね。こんにちは。こんにちは。大変だこれ。階段が多くて。ねえ、長崎の人は本当坂が多くて大変ですよね。さて次回は眼鏡橋付近であるものを探します。ありました？あ、本当だ。そして定番の中華街と出島を歩きます。長崎県出身の自分が郷土愛を込めて作った動画いかがでしたでしょうか。今回もご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。See you next time!